こんにちは。マシン原田の部屋へようこそ。今回のゲストはなんと堀江くんです。イエーイ。こんにちは。ようこそ堀江の部屋へ。おお、もう今日はそっちでいっか。ジャパニーズ b ボーイ第一世代同士フラッシュダンスワイルドスタイルの洗礼を受けて、だから今日はそのダンスのホリホリ深度が結構深まっちゃうんじゃないでしょうか。これそうっすね、コロナ対策でねパーテーションもバッチリやって撮影してます、来年の春には出れるからさ。それまで頼む。ハル・キャロウェイ、from Sound Cream Steppers、そして Falling Jazz、ということでダンサー活動して40年ぐらいになってくるんでしょうかね。40年か。1983、あ、ほんまやね。そうですね。40年。39年。すごい。お互いすごいね。でも俺はそんなダンサー活動してないから、もう堀江くん40年バリッバリ第一線で踊ってるっていうのは、本当もうリスペクトしかない。すごい。ありがとうございます。昔から踊ってる堀江くんがジャパンの舞台であんだけみんなを沸かしてるっていう、それ自体がもうすごいなと思って、すっごい感銘を受けた。趣味は？趣味？ダンサーといっても芸事なんで、その芸の幅を広げるためには、いろんなものを見聞きしたり、その映画読書したりっていうのは好きな方ですね。5年ぐらい池波正太郎をずっと読んでみたりとかね、コッポラの映画をなんか全部見てみたりとか、黒沢をずっと見てみようとか、それでもね、何をしてるかっていうとやっぱ演出とかそういったことを学ぼうとしてんだよね。結局趣味とか言いながらもなんかやっぱり実益を兼ねるというかね、なんか自分の職業の勉強にならないかということを考えて、ちょっと若者っぽいですね。あ、これ使えるなみたいな。ノリがね、宮崎駿ものとかやっぱ好きですね。勉強になるっていうか、なるほどなるほど、感動してしかも勉強になるっていうんでね、好きなんでね。なるほど。現在の活動とかそういうのは？フリーのダンサーとしてダンスインストラクター業と、あとはまあステージ舞台とかそういったものの制作、ダンスプロデュース業もありますよね。派遣したり、全部個の単位なんで、個人事業主としてダンサーとして活動してますね。確定申告の時にダンサーって書きますよ。教えてるのは何のジャンル？いろいろ堀江君やってきたやん、今までに。スタジオさんとお付き合いする時はそのスタジオさんのリクエストで「堀江さんハウスやって」って言ったら「はい」って言ってハウスやって、今回はマニアックにビバップをちゃんとやってください。ビバップなんかオールドスクールとかっていう枠でポップやってもらえませんかっていう時もあるし、ポップ教えてんのよ。結構好きで、自分でも研究してるし、僕のスタイルですよ。まあエレクトリックブギー的な、ちょっとニューヨークスタイルみたいな感じですけど、ブレイクもね、もうちょっとエアーとかは無理ですよ。いやもちろんもちろん。それはね、オリンピック級は無理ですけど、でもベーシックとファンデーションはできますよ。なるほどなるほど。それはでも逆に若い人にやらせるより僕にやらせた方がいいんじゃないですかって言って営業したりなんかして。なるほどなるほど。トップロックとね3歩5歩ぐらいまでは90年以降のやつは信用できん。それはちょっとヒップホップ原理主義のクレイジー A のセリフでした今の。僕のセリフじゃなかったです。あれはマニアックなのありますよ。ニュージャックスイングやってとか。マジで？ニュージャックのじゃあやります。大抵お受けできるでしょ。でも我々ダンサーっていうのは仕事を受けちゃってから勉強するってことが多いですよ。イギリスのねちょっとコサックみたいなダンスでラインを作ってやるダンス流行ったの覚えてません？20年ぐらい前にリバーダンス。あれを見た某企業さんが「あれできないですか?」って言うんです。ビバップ近くないですかみたいな感じ。じゃあお受けしますってギャラ良かったんでパーンとお受けして、でそっからリバーダンス一日中見て研究してこういう分かった分かったって言って自分のステップ出して作品を作るっていうことはまあ僕は受けてから勉強ね。だって受けてから撮影まで1ヶ月ぐらいあるんだもん。大体勉強できますよ。あとマカレナやってくれ。それは結構あったね。某企業でマカレナ受けちゃって「へーマカレナ」ってハンダラベンガラサンダラメラハンダガランバガランダガメラってあれ受けてから勉強して。普通の方みんなそうですよね。ちょっと苦手な懸案もらってからそれについて調べてちゃんと受け答えする社会人の真似事というか、ダンサーとしてやらせてもらう。昔そういうのねポットで流行ったダンスっていっぱいあったから、ほんでみんなそれをしてくれそれをしてくれっていう案件が多かったからね。もちろんもうブレイクでもそうやったもんね。ブレイクダンス流行ってるから言って
回られへんのみたいなんで、はい、当時のね、うんポッピンタコとかの伝説らしいんだけど、うんそのポッピンタコとかやっぱこっちじゃないですか、はいだけどやっぱ仕事行くと、はいじゃあいいとこでヘッドスピーチしてもらえますかとか言われるんだって、はいはいはいでその説明するの苦労したとかね、はいいや俺はこっちは行くけど、はいはいはいこれはまたいるんだみたいな、うん専門家いるからみたいなことを説明、うんだから我々もね、はい大体ねここでやってくれって言ってはい畳だったことありますから、いやもう畳や絨毯やコンクリートやなんかもう当たり前。いや畳いいけどナイキ履いていいのって言って、でダメだって言うんですよ靴下でそうそうズルズルでショーとかね、我々ヒップホップ原人はそういうことをやってたんですいやもうよ。火のない時代にね、そうそうそう火を起こすみたいなうん仕事の仕方してたんでね。ダンスの仕事でもいろいろやってるけど、浜崎あゆみのバックダンサーとかもやってたし、はいありとあらゆることをやってるやん。はい。その代表的なものっていうのをちょっと教えて。もう今の人としてはすぐピンとこないかもしれないけど、パラッパラッパーとかね、はい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 。ソニーのパラッパラッパーっていうね、そのリズムゲームの元祖って言われてる、あれだから今で考えるとね97年とかのリリースなんですよ、ソニーのね、モーションキャプチャーで僕の踊りが全部パラッパラッパーのなるほど。全役のやったりとかしてる、へえ、そうなんや。であれ結構ヒットしたんですよ、うんだからパラッパラッパーって当時はね、それで「はい作りました私」みたいなおーやると結構メガミックス時代で雇ってもらったのとか例えばマンダムとか、はいはいはい。もうだいぶやりましたね、そのアーティストのバックダンサーは。当時そのブラックミュージック関係でよく使ってもらってたのがバブルガンブラザーズ、はいはいはいははい。い、コンさんとか普通の芸能界よりかはちょっとこうミュージシャン寄りっていうかこうブラックカルチャー系の人だから直接電話とか来たりとかしてはいはいはい。事務所とかの人じゃないですよね。なるほど。これとか来週ちょっとゼップでちょっとやってくんないなるほど。はいチノとかもやってたよね。だからまあみんなうちらが代わり代わりやったりとか、なるほどなるほどとかしたりしてあゆちゃんのは大きかったですね、うん、結構長いことやってたよね。はい、彼女がデビューした時から56年お付き合いさせてもらったんで、新人ですよね、でこっちはでも大ベテランでしょ、すでに30ぐらいのダンサーだから、もう少女とおっさんってそういう構でしょ図だよね。当時の ABEX の副社長さんがそこら辺をやっぱり考えて新人だから、周りはベテランで固めたいなるほと。どなるほど。っていうことで堀江君どうだろう当時ですよ、デビュー前だから僕分かんないですよ、で分かりました承りますって言って承っといて、でユキに俺らに来るぐらいだからシャンソン歌手かなって言ったらああはいはいバカお前ABEX からの新しい子だよ、若くて可愛い子だよ、あそうなんだシャンソン歌手とかかと思ったらみたいなだから60歳ぐらいのイメージ勝手にして確かに淡谷のり子みたいな人イメージしてた勝手にそんな若い子のバックダンサーの仕事が来るとも思わへんってことだよね。あーわーわーとか来るとも思わないじゃないですか。わーわーわーダンサーってヒップホップだのストリートだのポリシーはポリシーであるんだけど、仕事人としての自分も同時に持ってるんで、もうその仕事ってなった時点でもう好きも嫌いもきっと吹っ飛ぶんですね。なるほどなるほど。ちゃんとやりますっていうか、ちゃんとやれない人でダメになった人いっぱいいますんでみたいな人はいはいはい確かにねいっぱい知ってるから。でも面白かったのがね、長いツアーの中で僕ら行けない時あるじゃないですか、僕らも僕らで生意気だったんでしょうね、サウンドクリームの仕事を優先させたりするわけですよ。すごいな。強気ですよ。基本的に芸能界で仕事する時に力貸してやるっていうスタンスで生きてきたし、今もそうなんですけど、だからそのスタンスが若いから丸出しに出るわけ。自分らのイベントあるんでその日は行けませんみたいなこと言うわけですよ。でも向こうも向こうで制作だから「いやいやそう堀江君分かるよ」その代わり代役を立ててくれないから、後輩でいいから堀江君たちと同じ衣装着れるような体格の人を虎で入れてくれればいいからって言ったら「分かりました」みたいな感じでスタックスを入れてくる泉行け後輩に行かすわけですよ。一度ねスタックスの子らがねあゆちゃんがこうイヤモニでチェックしてるその目の前でストレッチしてたんですって。そしたらあゆちゃんがね泣いちゃったんですよね。へえ、なんで。すごく神経質になるんでしょ、自分が合わせてる時にこうなんかヘラヘラ笑いながらダンサーたちってやってるじゃないですかよく。それ見たら傷ついちゃって泣いちゃったんですよ。で俺のところにバッと来たんですよ、あゆちゃんがリハ終わってから。でも堀江さん私ミュージシャンがね一生懸命細かい音調整してる時にねなんか前でニコニコ笑いながらストレッチしてね私気が散ってね私泣けてきたって言って「ごめんねあゆちゃんごめんね」って「こいつらバカなんだよごめんね」って言って「謝れよお前バカ」とかって言って謝らして「分かってくれればいいです」って言ってあゆちゃん自分の部屋帰ってもらって、でスタックス呼んでこうやって「お前ら、まあ、多分そんなことで怒られることはないけどここはここであるだろうってお前。原田さんとかそういう人ないだろうってもっとそういうレコード関係の人がいる時は分かれよお前
ダンスディライトならいいんだけど、俺たちが雇われてんだから、ダメ、そんなストレッチは見えないところでやんないと、いろんな仕事をやってきて、こう一番高額なギャラってどれぐらいやった？一晩30万ってのありましたね。CM の振り付け、一晩付き合ってくれたら30っていう感じ。一晩だけで。そう。パラッパラッパとかもあれ続編もできたんで、2うんじゃまらみって続編もできた。2つで400-500ってとこですよ。おお、すごい。それ売れたもんに対してのロイヤリティとかは別に入ってこない？当時そのゲーム業界にダンスが入り込むにあたってそういう話をしてみたんですよ。著作として考えてほしいと、作品なので、だけど通らなかったですね、まだ僕の時代は。今通ってることあるのかもしれない。ゲームなんかでも振り付けなんかでも通ることは今あって、僕の頃は通らなかったですね。結局買い取りで、その代わり買い取り金額を上げるからっていうことで納得していくまだスタイルでしたね。実例がなかったというかね。でも大きいね、それは。大きかったですね。だからパラッパラッパの時もモーションキャプチャーっていうのはね、当時有線でしたから、もう全部エヴァンゲリオンみたいになって、どうやって踊れってんだこれみたいな。もう有線がね何百本もつける。ロスのユニバーサルスタジオでしかできないって。でみんなでロスに行くってなったら、行く2ヶ月ぐらい前に五反田でできますってことなんで、みんなでずっこけたっていうね。ジャパニーズ b ボーイね、第一世代同士ですが、僕はやっぱりフラッシュダンスのシーンとかワイルドスタイルのシーンを見て始めたけど、堀江君は何を見た？高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ツダーもこちらからよろしくお願いします。